作家の本田健です。今日はですね、ヨーロッパに帰って、2日目、3日目、面白いことに、これ政府のどっかの機関なんでしょうね。急に携帯が、に電話がかかってきて、本人がいるかどうかっていうのをチェックする仕組みになってるんですよね。なので、なんか昔の高校ぐらいのイルスで、なんかこう映画館に行ってたのことを思い出しましたけど、今そういうのが位置情報もあるからできないんですよね。で、顔写真のところ、このこう楕円のマークの中に顔を入れて、で、30秒で OK、ちゃんといますみたいなチェックが一応入るんですよね。まあ僕は、ワクチンを受けてるのでもういいのかな、だと思うんですけど、そういう仕組みに今なってるんですよね。はい、今日はですね、ちょっとやや時差ボケでさっき寝たので逆に元気になってますが、この引き寄せの法則について、今日はちょっとすごい光るな、これ難しいな。これ今、世界中でいろんなとこ持って歩いたので、ベコベコになってますが、この引き寄せの法則について、ですね、お話ししていきたいと思いますが、この間、リン・ロビンソンさんと、これがちょうど出るちょっと前ぐらいかな、僕が、最近どうしてるってお互いでメールをやり取りしてるんですけど、この本の翻訳ですごい疲れた。でもすごいやりがいがある仕事だったって言ったら、もう私も引き寄せの法則大好きでって言って、そして盛り上がったんですね。でも、リンさんが、でもね、一つだけすごくあの本に欠けてる部分があるっていう話をして、何って言ったら、直感のことが書かれてないって言ってて、確かに引き寄せの法則の中でこう思考を向けるとかそういうのあるんですけど、直感ってすごく大事な部分だなと僕も実は思ってたんですが、それをですね、解説に本当は書きたかったぐらい、じゃあこの後どうしたらいいのかっていう時に、直感を使って、そして、自分がですね、右に行くのか左に行くのか、誰と会うのか会わないのかっていうことを決めた、結果が、引き寄せが早くなるというふうに思うんですが、リンさんも本当にそう思うってことでですね、ちょっと2人の話なんですけど、これちょっともったいなすぎるなと思って、どうせなら皆さんにですね、そういうのをシェアする、いい機会かなと思って、この Facebook ライブを企画しました。というわけで、今日はですね、皆さんとお話できたらと思います。LINE の皆さんももうすごい1300人ぐらいの方が見てくださってますけど、LINE の皆さんは天使になって、こちらは、真面目にいきたいと思います。ではですね、もう僕が話したもったいないので、リンさんをお招きしたいと思います。では、then please come to the Zoom room. I don't Hi know how to say it. there. Hello I there. know. How are you? Come to the stage. Right. But where? はい、こんにちは。Great. はい。Thank you. It's so good to see you again. はい、またお会いできて嬉しいです、ケンさん。me too. 私もです。それで僕は日本語で話して、通訳のミシェルさんは、基本的に、英語を日本語に訳していただくという形でいきますね。Yeah, Michelle will be translating Ken. Great. Okay. Okay. はい。それでですね、今日、皆さんにお見せしてたんですけど、リンさん、これがですね、リン・ロビンソンさんが言った通り、本がすごく売れております。Like you said, you predicted my books are selling well. Yes. 先週も1万部増刷しました。ありがとうございます。And last week, it was sold about like 10,000 books, copies. Wow. Wow. That's great. I love this topic. I'm very passionate about it. 素晴らしいです。私はですね、このローバーアトラクションのトピックが大好きなんです。Oh, it's something that I've been studying really since I was a teenager, and I really credit law of attraction and intuition with the success that I've had in my business. 私はですね、10代の頃からこのローバーアトラクションを勉強していて、そのローバーアトラクションと引き寄せの法則と直感を混ぜて私のは成功に導かれたと思っているんですね。And I find that when I talk to a lot of the intuitive reading clients that I get through UCLan, a lot of times people really want to create a wonderful life, but they think it's all fated and predestined. And while I think some of it is, I think that we have a lot more power to be able to create a life we love. で、私がですね、もうセッションしていて思うのがですね、ほとんどの方が自分たちのね、人生はなんかもう決まってるんじゃないかなっていう勘違いをされているんですけれども、そんなことなくて私たちはですね、人生を作り上げることができると私は思ってるんですね。
Some of you may have heard that's the story about how my business started, which to me was pure law of attraction. I used to be the operations manager for a software company in Boston. うん、で私のビジネスが始まった時はですね、本当に純粋に引き寄せの法則だったなというふうに思うんですね。で当時私はボストンでですね、仕事してたんですけれども、And I really wanted to have an intuitive reading business and write books. And so I spent a few minutes every day visualizing it, imagining it, telling myself I could have that. うんでですね、私はずっと、その直感を使って仕事をしたいというふうに思ってたんですね。でそして私は毎日仕事場でこうイメージをしていたんですね。こんな仕事、直感を使って仕事をしたいというイメージをしていました。I think one of the things that gets in a lot of our ways is that we can't figure out how something is going to happen. So I just think the universe has a sense of humor. It gives us lots of different ways for something to occur. But I'll tell you what happened in my case. うん、で面白いことにですね、宇宙はですね、どうやってそれが現実になるのかということを教えてくれないんですね。で、宇宙はすごくユーモアがあるんですね。どのようにしてそれが引き寄せられたのかっていうことをちょっとシェアしたいと思います。I did a lot of the things that Ken writes about in his Law of Attraction book. I visualized, I said affirmations, I imagined a calendar full of happy clients and a beautiful office. うん、でですね、ケンさんも引き寄せの法則についてたくさん書かれていますが、私はですね、アファメーションをしたりとか、私のオフィスにたくさんのクライアントが来たりとか、あとは予約でカレンダーがいっぱいというイメージをしたんですね。The short version of the story is that unfortunately a friend of mine died, and I went to the funeral, and I felt very guided to sit next to this woman that I didn't know. はい。でですね、残念なことにですね、友人が亡くなって、で、その彼のですね、お葬式に行った時にですね、なぜかこのある席にやたらもう座りたい、もうそこに引き寄せられるようにある席に座ったんですね。After the service, she and I started chatting, and she wanted to know what I did for a living. And I don't know if you've ever had one of those times where your brain doesn't engage with your mouth. I really wanted to tell her about my operations manager job, but I ended up telling her about my interest in doing intuitive readings. うんで面白いことに引き寄せられた席の隣に女性が座っていて、でその方と話していたらですね、なんかこうどんな仕事をしてるかっていう話とかをいろいろしてたら、とりあえずいろいろ話が盛り上がって、で普通だったら今やっている仕事オペレーションマネージャーをやってるからその話をするかなと思いきや、なぜか私は直感の仕事をやりたいっていう話をし始めたんですね。So she ended up asking for a reading, and at the end of the session, I said, "What do you do for a living?" She was a writer for the Boston Globe newspaper, and she ended up writing an article about my intuitive readings, and I got over 500 clients in the next few months. うんでですね、そしたら彼女が、じゃあぜひ私をその直感リーディングしてくださいっていうふうに言ってくれたので、彼女のセッションをしてあげたんですね。でそしたら、なんと彼女はボストングローブの新聞記者の方だったんですね。そして彼女が私のことを新聞に書いてくれて、でそのおかげで次の月には500人ぐらいのクライアントの方がですね、予約をくださったんですね。So it encompasses so many of the things that Ken writes about in his book. It's like figuring out what you want, imagining it, telling yourself it's possible to have it, visualizing it, and then listening to your intuition that wants to guide you towards a life you want. うん、でも、ケンさんも本に書いているように、自分が何が欲しいのかを明確にする。そしてそれをイメージする。そしてそれを自分が持っているかのように感じる。そして直感にその方向に向かうにはどうしたらいいのかということをガイドしてもらう。このプロセスが大事なんですね。And Ken, I know your life has been so much about law of attraction too. うん、でケンさんの人生もまさに引き寄せの法則の中に生きているような感じですよね。考えてみたら、僕はアメリカの、僕もボストンに住んでたんですけど、その時にリン・ロビンソンさんの本を最初に読んだんですね。So when I come to think about it, I was living in Boston and I read your book. でそれで、せっかくアメリカにいるんだから、この著者に会いたいなと思って、で、このアメリカだったら、日本からだったら遠いですけど、フロリダとかね、いろんなところまで、だいたい5時間から7時間ぐらいかければ、会いに行けるんじゃないかなと思って、もう絶対会おうと決めたんです。
So I was in United States. So if I was in Japan, it's quite, difficult to meet someone who lives in United States. Mhm. But I was in America, so it would probably take about 5 to 7 drive. If it was in America, if I were to see you, and I Yes. decided that I will see you. で、調べたら、もう15分ぐらいのところにいたんですよね。And when I searched where you lived, and you lived like 15 minutes away from where I live. で、I know. Good law of attraction. 素晴らしい引き寄せですね、ケンさん。そしてまあ僕の将来の本の話をもういろいろ相談に乗っていただきました。So, so I spoke with you about my future books. That's right. Yeah. もう And そ I know 5年が、dozo. 17 years ago? 16, 17? Yes. Yeah. Yes. 17年 I 前 know. ですね。Yes. And I just, you're one of those people that in a way it's easy to give you an intuitive reading because you're very clear about what you want. うん You have a lot of natural confidence. So, having that confidence and the clear vision is often really integral in creating what we want. And you had those things. So it was easy to see a wonderful future for you. Your books are successful. 面白い。でですね、やはりケンさんを直感リーディングするのはすごくやりやすかったんですね。なぜかというと、ケンさんはビジョンがクリアで、何が欲しいかは明確で、そしてナチュラルな自信があるっていう、そういう方はですね、リーディングしやすいんですね。なので、やっぱビジュアライズできる、描くことができるということはですね、すごく大切なんですね。はい。例えばじゃあ、クライアントでね、オフィスに入ってきて、さあ、私を見てくださいっていうのは、やっぱ難しいんですか？ For example, say this client come into your office and say, look at me, like, can you read me? Is that difficult? I like to get a little bit of context about someone, but often it's interesting because sometimes people can tell me what they want, but they have so much stuff in the way of, oh, I don't deserve it, or I'm not good enough, or I'm not confident, and so those things block our success. And so that I like to use my intuition, kind of help them get unstuck. はい。でですね、ちょっとは情報は欲しいんですけれども、ただですね、ほとんどの人が何か欲しい、何かこうしたいっていうビジョンがあったとしても、ほとんどの場合、例えば、ネガティブな思考があったりとか、自信がないだとか、自分には向いてないだとか、そういうブロックがたくさんあるんですね。なので、ぜひそのね、直感を使って、ブロックを外して、そこから抜け出せるようにするのが私のセッションなんですね。なるほど For ね。 example, Ken, if you had come into my office and said, "Oh, I'd really love to be a best-selling author and a speaker," but then, your whole self-talk was filled with, "Oh, I'm not good enough. No one will ever publish me. I can't imagine I could make a living at that." Then it's almost like the universe is giving you a message, but you're blocking it. はい。で、例えばですね、ケンさんが私のクライアントさんで来て、で、僕はベストセラーの本を書きたい、そして有名なスピーカーになりたい、講演活動をしたいっていうふうに言ったらですね、例えばその場合、それでもケンさんの頭の中に、いや、自分には向いてきないとか、自信がないだとか、いや、そんなんで稼げないよねっていう、そういうネガティブ思考があった場合、結構ですね、それがですね、ブロックしてしまって、私もビジョンしにくいんですね、そのクライアント方のイメージを。Yeah, because I believe that intuition communicates to us via what we love to do, what makes us excited, what makes us look forward to something. That's your intuitive guidance within you saying, go in that direction. And so when we're blocking it, we're blocking our intuition. We're saying, oh, I can't do that, or I can't have that. はい。でですね、直感が私たちにコミュニケーションを取ってくれるときというのはですね、例えば何か私たちの中でこれがやりたいだとか、これをやるとワクワクするとか、そういう感情が出たときはですね、直感がそれをやりなさいというサインをくれているんですね。でもそういうふうにブロックがあると、なかなかその直感の声も聞きづらくなってしまうんですね。But I'm sure you've experienced that same thing with your students, that they have a big dream and their intuition is guiding them, but they're going, I'm not listening to it. ケンさんのクライアントの方でもいたんじゃないですか。例えばこういう大きな夢があるんだけどっていうふうに言うんだけど、ネガティブ思考があってなかなかそこにたどり着けないみたいな方いたんじゃないですか。今、リンさんの話を聞いてね、やっぱりね、2種類の人がいると思うんですよね。So when I listened to your story, I realized there were two type of people.
才能がなくても自信がなくてもそれでもなんかやっていって進んでできる人と、There's this one type of person who has confident and they have すいません、才能があって、で、そしてその才能がいやごめんなさい、じゃあ別の言い方でもう一遍しようか。そうもしね自信がなかったとしてもその直感でとにかく道を開いていく人がいるんですよね。So, for example, even the person is not confident, if they're just using their intuition, they're able to go forward. で、Right. 才能があってもなんか、どうかなみたいな感じの人っていうのは、なんか止まったままで動かなくて、何も結果出ないっていう人がいるんですよ。And there's another type of person, they're very talented, but they think in their head and they kind of stop and they just don't really succeed. だから直感も大事だけど、その後の行動も大事な感じもするんですよね。So intuition is very important, but also the action is very important. Yeah, they're not mutually exclusive. You absolutely need to use both. You can't just get guidance and then not act on it. まさにそうなんですよね。両方大事なんです。ガイダンスが降りてきても行動に起こさなかったら意味がないんですね。You know, we get intuition in so many different ways, and there's no one way that's the right way. で直感はですね、さまざまな形で私たちにメッセージを下ろしてくれるんですね。一つのあり方、一つの直感の受け取り方が正しいというわけではないんですね。You know, what I tell my students and clients to do is to think about what they want. You know, what kind of lifestyle, what would your ideal week or ideal month look like for you? And then write that down. I think that writing it down is important. It's like very powerful. ですね、私の、クライアントの方に言うのはですね、まず何が欲しいのかを明確にする。そして理想の1ヶ月間、こんな1ヶ月が過ごせたら理想だなっていうふうに思える、その1ヶ月をちょっとビジョンして書いてみる。I mean, intuition is very much like our inner GPS, our inner navigation system, not unlike what we have on our phones and our cars. 直感はですね、もうまさに車や携帯に入っている GPS のようなものなんですね。Because when you're using your GPS, you're saying, here's where I want to go. We're going to go to a restaurant in downtown Tokyo. And it starts to give you direction. The same is true for our intuition when we decide, here's what I want in my life. はい、で例えば東京都心の、ね、レストランに行きたいっていうふうに GPS に、インプットするとそこに導いてくれますよね GPS は。で直感も同じなんですね。直感にここに行きたいっていうふうにインプットするとそこに直感が導いてくれます私たちを。And one of the ways that intuition guides us, as I said, if it feels exciting or interesting, you're curious about it, it makes you feel peaceful, those are all clues from your intuition to go in that direction. で直感はですね、私たちの中に例えばワクワクする感情が出てきたりとか、そのことについてもっと勉強したいという感情が湧いてきたりだとか、あとは心がほっとするとか、そういう感情が出ているときは直感はそっちの方向に進んだ方がいいよっていうサインをくれているんですね。Because your intuition wants you to succeed. I mean, some people put it as like the universe has your back. You know, it wants you to be happy. It wants you to be successful. So it's always guiding you in that direction. でですね、直感も宇宙も私たちに成功してほしいというふうに思ってくれてるんですね。なので、その直感や宇宙に従うと成功の方向に導かれます。例えば直感を信じて失敗するってことはないんでしょうか？ For example, say you listen to your intuition and is there sometimes do they make mistake or like I didn't go in the right path listening to intuition? Does that happen? Yeah, I have certainly had detours in my life. いいと。 So, you know, I think they're detours. They're not stop signs. それはですね、遠回りになることはあるんですけれども、でもそれは直感からのそこじゃな間違えた方向性というわけではないです。でもその回り道が Yeah, could be long すごく長くなる可能性もありますよね。So, you know, the detour could be very long detour. Yeah, sometimes it is. But I was telling Ken before we started the call that my husband and I just bought a house in the southern part of the United States. And we had a lot of, I know, yay. we had a number of detours. Share with us. 教えて Yes, I will.
Yeah. は Go い。ahead, そ Michelle. うですね。私も本当にね、遠回りしまくったというか、たくさんしたんですね。というのはですね、最近私たち家を買ったんですけども、そこでもね、すっごい遠回りさせられたんですね。So I've just been feeling very guided to buy a place in it's in Florida in the United States. I've had it on my vision board for years, and we put an offer on a house, and it fell through. I'll tell you why. うん。はい。でですね、このフロリダのね、家をですね、ずっと買いたいなっていうふうに思ってたんですね。で、目をつけていたんですけれども、The first time we bought a house, the woman changed her mind at the last minute. We got to the contract phase, and she decided she doesn't want to sell it. So I could have gone, oh, my intuition must have been wrong. うん。で、その家本当に買いたかったんですけれども、その売ろうとしていた方がですね、やっぱ売りませんっていうふうに言われてしまって、あれ、私の直感間違ってたのかなっていうふうにちょっと残念に思ったんですね。And then we found another house that was equally lovely. We put an offer on it. It was verbally accepted. And the うん。man died when just before they gave him the contract. でですね、また同じような素敵な家があったので、ここを買いたいなっていうふうにもう目をつけていたらですね、その売るかその家を売ってくれる方がですね、亡くなってしまったんですね。で、また直感どうしちゃったのっていう感じだったんですね。うん。So the third time's a charm. We just bought a new house and we're going to be down there next week. But I could have each time just said, "Oh, it's a detour. The universe must be or my intuition must be saying I shouldn't do it." But I always think those are, there's something to be learned in all of those things. うん。はい。で、3つ目の家はですね、無事、買うことができたんですけれども、ただですね、本当にですね、直感は遠回りさせしさせと直感によって遠回りさせられたんですけれども、だからといって、それが、それは全て私の学びになったので、無駄になってるわけではないんですね。すごいI 勇 mean, 気 one が傷つけられますね。Yeah, you encourage us a lot. Yeah, because I mean, life never goes in a straight line. Even for me, even for Ken, we all have setbacks. And so I think it's just, the importance is to pay attention to what you say to yourself about it. う It's ん。temporary. はい。でですね、本当に私たち、ケンさんも含め、私も含めて、両方、私たちですらつまずく時はあるんですね。ただ、自分たちに何を話してしまっているか、そういうふうにね、ネガティブになってないかっていうことだけチェックすることがすごく大事です。I'm an incurable optimist. And so I just go, well, something better is going to come along. 私はですね、すごくポジティブに考える癖があるので、きっとよりいいものが来るんだろうっていうふうに考えるようにしてるんですね。そういえばね、この本の内容についてね、もうそうなんですけど、このうん。本、引き寄せの法則で大事なのは、ずっといい気分でいることがうん。大事だって書いてます。Mm. And in this book, it said that it's good to feel good continuously. Feel good. Feeling good is very Right. important. Yeah. And that's where I think your intuition can guide you. I mean, instead of going down the rabbit hole of why am I feeling bad? Maybe it was my childhood or maybe it was something else. Just simply ask your intuition, what can I do to feel better right now? うん。うん。はい。でですね、そういう時はですね、ぜひ直感に質問していただきたいんですね。例えば、自分は気分が悪いな、もしかして子供の頃のトラウマかなとか、そういうふうに考えてしまうと、どんどんネガティブになるんですけれども、でもそういうふうにネガティブになったと思ったら、シンプルに聞いてみていただきたいんですね、直感に。どういうふうにしたら私は気分が良くなるんですかっていうふうに直感に聞いてみてください。うん。Intuition comes to us in a lot of different ways. I mean, it could be an inner voice, it could be an aha moment, a conversation with someone that gives you an idea. Maybe even this class Ken and I are doing will give you an うん。intuition aha. うん。はい。で、直感はですね、こういう形で私たちにメッセージを下ろしてくれます。内なる声だったりとか、ひらめきだったりとか、あとは誰かの会話を聞いているときに、ふっと、これっていうなんかメッセージがあったり、または私とケンさんこうやって話してる間にも、なんかメッセージが皆さんに降りてるかもしれないんですね。But I like asking my intuition questions to your point of what can I do to feel better right now? How could I be kind to myself right now? What could I do to get on the other side of this temporary detour? うん。はい。でですね、私が一番好きなのは、やっぱ直感に質問を投げかけることなんですね。投げることなんですね。例えば、今
私が気分良くなるには何ができるんだろう。例えば、この私がこう落ち込んでいるところから抜け出すにはどうしたらいいんだろうっていうことをですね、直感に聞き続けます。What do you do, Ken, when you find yourself feeling temporarily unhappy? Do you have any process that you do or anything that you think about that makes you back on track again and feeling better? うん、例えば、ケンさんもどうされてるんですか？例えば、少したまにこう気持ちが落ちる時もあると思うんですね。そういう時はどういうふうにまたこう元気の波に乗るようにしてるんですか？その時にはまず、体的に休むってことありますよね。うん、I would just simply rest フィジカル Mm, yeah. で physically. す。Yes. で、それ Yeah. で、自分がこう楽しかったことを思い出したりだとか、自分のね、楽しい思い出を思い出したりとか、あとは、未来面白そうだなと思うことをイメージすることで、ちょっとなんかこう、あんまり逆に一瞬でやるっていうより、時間によっては半日とか一日とか、時間をかけて、ゆっくりゆっくりなんかこう上がっていくっていう、そんな感じですね。Mm. So, like, I think about the fun times, like fun memories. Mhm. And I also think about what I would like to have in the future and some interesting things that would come up in the future. I would imagine that. Yeah. And I wouldn't just do it in like, 1 hour, so I would take like Yeah. half a day or like a whole day. I would just simply think about it, relaxing. Mm. Yeah, I think you raised a couple of good points there. One is just resting, sometimes being out in nature or having something that you look forward to. All of those things can kind of get you into a better feeling place. A lot of us don't have things we look forward to. So I recommend that. うん。はい。そうですね。素晴らしいですね。で、私もやはり休んだりとか、自然の中を歩いたりとか、あとは、何かね、ワクワクするイベントのことを、これからやる、イベントのことを考えたりだとか、で、ほとんどの方がですね、やってないなと思うのが、やはりこう、前向きになれるような予定を入れるとかね、そういうことも大事だと思うんですね。例えば僕にとってはこれもそうなんですよ。For example, this event itself is my uplifting source. 今 You ね、too. 世界で起きてることとかって大変なことが多いじゃないですか。There's a lot of difficult things happening in the world. でもこう Mhm. やってリンさんの顔を見てね、すごいこう、いつも思うんだけど、シャンペーンのみたいなエネルギーがこう、泡がシュワシュワ、シュワシュワって幸せの泡が出てる人なんですよ。It's like, when I just look at you, like, your energy is kind of like champagne. Like, there's like, it's like, there is like healing energy is like coming out of you. And the Oh, bubble of that's happiness. Yeah. thank you. 幸せのね、エネルギーが出てますね。そう、皆さんもね、Yeah. 今、そう、ところで今3450人の人が、LINE ライブで見てくれてます。So something. 3,000 Thank you, 3,400 Ken. Wow. Hi. そうThat's リンさん見たい人は exciting. Facebook で見てね、So 後で if YouTube に you 上がります。so if you want to see Lynn's Yeah. face, watch YouTube. Yeah. And I love helping people figure out how to have a happier life because sometimes when I do the readings for people, sometimes it's just a little tweak in how they're thinking or how they're approaching life. It's like when you open that up and everything changes. It's う incredible. ん。はい。で、私はですね、本当皆さんに幸せな人生を送っていただきたいと思っているんですね。で、本当にちょっとしたことを変えるだけですっごく大きく変化される方がほとんどなんですね。うん One thing that I would tell people is pay attention to what you say to yourself. Like when you're feeling down or discouraged or, heavy during a day, what are you saying to yourself? Because usually it's something negative. ううんん。はい。なので、本当に気分が落ちてるなっていうふうに感じたらですね、本当に自分に何を話してるのか、何を言ってしまっているのかということにですね、ちょっと意識を向けていただきたいんですね。だいたい気分が落ちているときはネガティブになっています。So I've learned at a very early age to think when I started to feel down or negative, to say, what am I saying to myself? And what do I want instead? I want to be happy. I want to have a life that I love. I want to be doing this in my life. So sometimes when you just shift your thinking, even that can turn things around.
で、私もですね、例えばネガティブになった時はですね、おっと、何考えてるかなっていうふうに自分の思考をちょっとチェックしてですね、そのネガティブに考えたことの逆を思うんですね。例えば、いや、私が落ちていたら、じゃあどういうふうにしたらハッピーになれるんだろうっていうふうに、思考をシフトする癖をつけます。うん。You know, I think sometimes it's hard. I mean, I'm a big believer in affirmations, but sometimes they seem a little superficial. Like if you're feeling really discouraged to go, I'm confident, I'm successful, it just doesn't fit. You just kind of can't believe it. うん、で、私はですね、アファメーション好きなんですけれども、でもほとんどの方がですね、結構表面的な感じで、なんか嘘くさいっていう感じになって、やりたくないという方が多いと思うんですね。So I've learned a trick. I've learned if there's something I can't quite believe yet, I go like, I'm a person learning to be confident, or I'm a person learning to be courageous. う So ん。that sometimes just that little switch helps you feel like, okay, I'm going in the right direction. うん、でですね、ここにはですね、ちょっとトリックがあるんですけれども、私がやってることなんですけれども、例えばその自分のアファメーションがしっくりこなかったらですね、こういうふうに言ってみてください。例えば、私は、幸せになることを学んでいますとか、私は勇気を持つことを学んでいますっていう、そういう何かをしている最中というふうにやってください。そうするとしっくりくるかもしれません。There's one other thing that I do that it's been helpful to me, so I'll share it. Is sometimes when I feel really stuck, I just say to myself, there must be a better way. There must be a better way of doing this or a better way of thinking about it. And I think sometimes when you say that to yourself, you open yourself up to intuitive guidance, like, oh, that's a good idea. うん、はい。でですね、例えば、皆さんがなんかうまく前に進まないなとか、またはスタックしてるっていう感覚、人生が前に進まないなっていう感覚になった時はですね、あの、もっとこれよりもいい展開が待っているんだなって、もっと、なんだろう、もっといい考え方もあるかもしれないっていうふうに、特につまずいた時はよりいいことが待ってるんだっていう思考で考えるとですね、また直感が降りてくる、なんていうの、上から降ってくる花というかが大きくなって、より直感を受け取りやすくなります。Ken, did I ever tell you that story about my most embarrassing moment with affirmations? ケンさんに私がアファメーションですっごく、恥ずかしい思いをしたお話ししましたっけ？ Try us. Share I'm with us. getting, can you notice that my cheeks are getting red thinking about telling you this? その話をしようとするだけで、なんかもうちょっと顔が赤くなっちゃうんですけど。かわい I い。 one time recorded a bunch of affirmations on my computer, and they were supposed to kind of play randomly throughout the day to kind of get me focused in a positive direction. うん、でですね、私はですね、コンピューターにそのアファメーションをインストールしてたんですね。それは私が元気になるためのダイログみたいなのがですね、いっぱいコンピューターに入ってたんですね。Well, the next day after I did this, I was giving a presentation to an insurance company. Most of them were men in the audience, and everybody was very うん formally dressed up. うん And so I was giving a class on how to trust your gut and grow your business. うんはい。でですね、その次の日にですね、すごく真面目な会社の男性がいっぱい並んでるようなところでですね、自分の直感を使ってどうやってビジネスを発展させるのかっていう、そういう真面目なね、話をね、する講演会があったんですね。So I had forgotten to turn off my affirmations. And うん so I get about 10 minutes into my talk, and でですね、そのコンピューターにアファメーションの音声をオフにするのを忘れていたんですね。で、その講演会が始まって10分したぐらいにですね、out of the loudspeakers in this entire auditorium blares, I have a slim and sexy body. はい。でですね、そのすごい真面目そうなね、みんなが座ってるところでですね、大きなスピーカーから大きな音が流れて、それがですね、私はスリムでセクシーなボディ、体を持ってますみたいなアファメーションがですね、大きなスピーカーで流れてしまったんですね。And they yelled, You do. で、それで、その通りですねって、セクシーだねリンさんセクシーだねっていうふうにね、言われた Oh, と。look, I'm turning red. ねえ、もう恥ずかしくて赤くなっちゃいました。Oh, it's funny. でも、リンさんのそういうところが愛されますよね。But that part of you is very charming. そう、だからみんな多分すごく楽しいんだと思いますよ。
I think that's why everyone loves you and they enjoy Oh, your I your have speech. I have lots of embarrassing stories I could tell you. 私はでもたくさん恥ずかしい話があります。でももその楽しさが、なんかこう、リンさんを上げてるんでしょうね。う。So I guess that, that enjoying how you're enjoying your life that way is, kind of uplifting your energy. Mm. そうそう。Yes, and yeah, sorry、今 and 日のテーマについてもちょっといいですか、そろそろ。Is it okay we talk about the theme that we're going to talk about today? そうそう。yes. もう話しすぎて、もう2時間ぐらいになっちゃうから。We're gonna end up talking for like 2 hours if I we. know. 未来のね、最高の未来の自分から直感をもらうっていうことを今日は一番聞きたいところなんですけど、So today, the main thing that I really want to ask you is how to receive a message from the best future. Yeah. You know, you actually taught me a technique where you imagine your future self, like a successful future self. And what does that future self have to say to you? それはですね、もうケンさんに教わったことなんですけれども、その未来の成功している自分は、今の私に何を言っているのか、それに耳を傾ける。And can I tell you, you're going to feel like you're making it up. I mean, that's sort of par for the course. You just, because it comes through the vehicle of your imagination. でですね、最初に言っておきますが、その未来の成功している人の話はですね、本当に自分で作り上げているかのような言葉に聞こえてしまうかもしれないんですけれども、それがですね、すごく、そのイメージする上ではですね、そういうふうに作り上げていると思わないことが大事です。So, what I do very specifically is I just close my eyes, I meditate for a while to center myself, and then I just say, future self, what do you have to say to me about either the situation or my life? And I, get things in images, feelings, words, pictures. でですね、例えばその未来の自分に何か聞きたいっていうふうに思ったときはですね、まず瞑想して心を落ち着かせます。そしてその未来の自分に話しかけるんですね。未来の自分、私が今必要なことは何ですかっていうふうに聞くと、そのイメージであったり、感覚であったり、そういうふうな感覚で情報をくれます。It's interesting because the message I get back most frequently is don't worry, have fun, let go of fear, all of which is easier said than done. But that's often the message that I get back. でですね、面白いことにですね、大体そこに未来の自分に質問を投げかけると、大体こういうふうに答えが返ってきます。心配しないでいいよ。ただ楽しんでください。そして恐怖を手放しましょうっていう、そういうことを毎回言われます。Do you have a different slight variation on that technique? You do ケンさ something ん similar? は、そうですね、そのケンさんはどういうふうに私のテクニックとちょっと違いますか？僕の場合はね、わざと最悪も見るんですよ。最悪の自分、まあまあの自分、最高の自分みたいな感じにします。はい。With me, I look at the worst future and so okay future and the best future. 3 of them. そうするとね、はっきり違いがわかるんですよね。With that, you're able to identify the difference. で、例えば最悪の未来をなんか方に向くと、なんか嫌な空気が流れてくるんですよ。ドロドロみたいな感じが。So, for example, if my life is going in the worst life path, then I sense it because like I feel the stickiness and smelly energy. で、真ん中 That's の方だったら普 interesting. 通な、まあまあいい感じ。And the so-so future is like I feel normal about it. で、最高の方を向いたら、なんかこう、ハワイの風みたいなのが吹いてくるんですよ。So when I go towards my best future, I sense the Hawaii like breeze. Yeah. で、そしてそれと一緒に情報が来るみたいな感じかな。And with the breeze, I get the information from there. I've never heard you say that before, and that's so interesting because that's often how, when I'm doing a reading for someone, I get, kind of don't go down that path. And then internally, I'm saying, let me figure out a way to guide them towards their best possible future. But I never heard you say that
towards. う Interesting. ん、面白いですね。初めてそのケンさんがその話をしたのを聞きました。で、面白いことに、セッションをしている時もですね、その方が行ってはいけない方向がまず私も見えるんですね。で、私の内なるビジョンでは、あそこに行かないようにはどうしたらいいんだろうっていうふうに自分の中でイメージして、で、そして導く感じなんですね。面 And 白 I い。think so many people think there's only one outcome or that it's fated and predestined, but we really do have an enormous amount of free will to move towards that Hawaii breeze future. うん。でですね、皆さんがですね、そう未来は一つしかないっていうふうに思われてるんですね。そんなことないんです。もう本当に膨大な選択できるんですね。なので、それはもうフリーウィル、もう自由な意思でこう選べるんですね。なので、私たちもケンさんのようにハワイの風の中に飛び込むこともできるんですね。And it's interesting because you and I get information slightly differently. You got it through like a kind of kinesthetic or like a smell, like a breeze, and I get it more as a feeling. Some people get it as words. So there's a lot of different ways that you can receive that information. うん、はい。で、面白いですよね。皆さん、こう、直感からの情報、それぞれ降りてくる感覚違うんですと思うんですけども、ケンさんはそういう、こう、ドロドロした感覚とか、風とか、そういう感覚で来ると思うんですけれども、私の場合ですと、感覚とか言葉とか、そういう感じで直感が降りてきます。なるほどね。Mm. で、そろそろ、皆さんからいただいた質問もちょっと聞いてみたいんですけど、いいでしょうか。So, is it okay we ask you the question that we got from the people? Sure. うん Mm. はい。リンさんが普段から、やっている、あるいは私たちができる、その直感の高め方って何かあるんでしょうか。もう実践的に。うん。はい。So, is there a practical way to kind of like use your intuition daily that you do? Yeah, I ask my intuition questions. So I might say, you know, um, what's my right next step? I might think about like what's my ideal day look like, and then I just say, intuition, please guide me. うん。はい。で、私の場合ですね、やっぱりこの直感に質問するっていうことがすごく私のやることなんですけれども、例えば次のステップ、今何を次したらいいんだろうとか、私の理想の一日ってどんな理想かなっていうことを、それも直感に聞くんですね。うん。うん。 I also, to Ken's earlier point, really pay attention to what feels like that Hawaiian breeze, what feels fun, interesting, what I'm curious about. And I always try to take action based on that feeling versus the kind of not feeling great energy. Probably うん。 doesn't need translation. はい。なので、私がですね、例えばさっき言ったケンさんのハワイの風みたいな感覚が、になるのはどういうことなのかって、その感覚に向くにはどういうふうなことをしたらいいのかっていうことを考えます。で、逆に自分がさっき言ったケンさんがドロドロしたイメージ、最悪の未来のエネルギーに行ったら、そっちに行かないようにしようっていうふうにするんですね。One of the things my husband and I do every weekend is just to think, what can we do this week that's fun? I'm really very motivated by fun. And I think that intuition is partly it guides you towards fun. うん。で、私とね、旦那さんがいつもしているのはですね、もう毎回こう楽しいことは何だろうっていうふうに、もうすごい楽しむっていうことにですね、すごく私も旦那さんもですね、もう大事にしていることなんですけれども、直感はですね、楽しませたいというふうに思っていると思うんです、私たちを。ということは、いい質問を自分に投げかけるっていうのが、すごく実践的な方法なんでしょうか。うん。So that means it's very important that we ask a good question to our intuitions. Yeah, good question. いい質問ですね、それまさに。ね、僕、yeah. 自分に聞いてみたら、ヨーロッパってやっぱり出てきたんですよ。うん。So when I asked my intuition, the message came Europe. で、そして、そのヨーロッパっていうのを僕はエネルギーでクリックするんですよね。And I clicked that Europe energy in my Yes. visualize and in my Right. image. Yeah. たくさんの人の前で喋ってる自分がイメージできてるんで、そんな感じでいいんでしょうか。So then when I click it, I can picture myself talking in front of lots of people. Is that how I do? Yeah, and I do the same thing. So every day I spend
maybe a minute or two, not a long time, visualizing, like you just said, whether it's, speaking or enjoying my vacation or buying a new house, I visualize it. So it's a big piece of the law of attraction. うん、はい。そうですね。私も同じようなことをします。1、2分ぐらい、瞑想の時間を持ってですね、ありありとイメージするんですね。それがまさに引き寄せの法則で必要な要素なんですよね。And just to add, a lot of us are not good at picturing something, but I think that as important is feeling it. Like you kind of described that. It's like, feeling yourself there, feeling the energy of it. I imagine myself in my new house and I imagine myself on stage or, writing a successful book. It's a feeling. うん。はい。でですね、皆さん、イメージするっていうのがですね、結構苦手っていうふうに思われる方もいると思うんですけれども、できればですね、イメージするのもそうなんですけれども、感じるっていう要素がすごく大事になってきます。例えば、新しい家に住んでいるのを感じる、ステージの上で講演活動をしているのを感じる、成功しているのを感じる、これ全部感じているんですね。And to your earlier point, I think that, yes, people ask themselves the wrong question. What am I doing wrong? Why can't I find my boyfriend or my girlfriend? Why am I not making any money? So change it to be the outcome of what you want. I'll give you an example. はい。で、ほとんどの方がですね、例えば現実を見て、なんで私はボーイフレンドがいないんだ、なんで私はガールフレンドがいないんだとか、現実を見てそういうふうに思ってしまうんですけれども、でも最終的にどういうふうになってほしいのかっていうところに意識を持っててください。So a better question would be, what can I do to attract love in my life? Or how could I invite more money or more abundance into my life? And the answer doesn't always come right away. I find that some point throughout the day, I'll get that aha moment or that image or a conversation or something will give me information because the universe is responsive. うん。はい。でですね、そしてよりいい質問を投げかけることが大事です。例えば、どういうふうにしたら私は、素晴らしい人を私の人生に引き寄せられるのかとか、どういうふうにしたらより豊かになれるのかっていうことですね。直感に質問を投げかけてください。で、その質問をですね、正しい質問の投げかけ方って、質問とかは正しい道というのはないんですね。なので、そういうこういう方向に行きたいということをイメージした後にひらめきがあったりするので、必ず宇宙はですね、その私たちが描いたことにリスポンスしてくれる、返してくれるんですね。そのイメージに対して答えを返してくれます。なるほどね。で、今ね、日本の人たちが、月に、何人か、うんセッションを受けてると思うんですけど、アメリカとかヨーロッパとか、他の、文化の人たちと、日本人のクライアントってまたちょっと違うんですか？うん。like you do session with two Japanese people and, people from the United States. And what's is it different? The clients, what's the difference between the United States clients and the Japanese clients? Is there a difference? Good question. Or Europeans? Europeans. Yeah. The biggest difference from talking to clients in Japan is that I find people feel that the future is more fated and predestined. うん、そうですね。一番大きな違いとしてはですね、日本のクライアントの方はですね、未来がもう決まっているっていうふうに思い込んでいる方が多いなっていうふうに思う印象です。Yeah, that's why I'm really actually glad that you wrote the Law of Attraction book, because I think that knowledge that we have the power to create our life experience, that our visualizations, our actions, what we say to ourselves, all make a big difference. So I'm delighted you did that and wrote that book. うんはい。なので、その引き寄せの法則の本をケンさんが書かれたことをですね、私は本当に心からワクワクしているんですね。なぜかというと、私たちは自分たちの、ね、人生を作れるとか、はい、もう自分たちに何を言うかで、自分に引き寄せるものを変えることができるということをですね、日本のみんなに知っていただきたいので、本当にケンさんありがたいなというふうに思っています。いや、僕もでも考えたら17年ぐらい前にボストンでリーに会った時には、その世界的な作家になりたいっていう夢はあったんですよね。So, 17 years ago, I did have a dream of becoming a bestseller Right. writer internationally. internationally. Mm-hmm.
なんだけど、自信もなかったし、どうやって how、それこそ how は全然わからなかったんですよね。And I didn't have confidence, and I didn't know how I'll be that. Right. でも、リンさんは明確に僕がそれを世界的にやるっていうのをはっきり見えてて、ケンはこうできるよっていうふうに起きてもないんだけど自信をくれた感じがするんですよ。But then you said like boldly that I will become, bestseller, international Yes. bestseller writer, and you kind of gave me this strong confidence. あの時ね、だから信じたいけど、信じていいのって気持ちになりました。So, back then I wanted to believe you, but at the same time, like, am I allowed to believe you? 無理無理 Yeah. 無理みたいな I 感 was じ。like, no, that's impossible. でもそれから、I actually, oh, sorry, Dozo. それから15年後に、Mm. ハッピーマネーが出せたんですよね。And after 15 years later, I was able to publish Happy Money. Yes. 今40カ国になってるんですよ。And it's like about 40 countries and is translated. Wow. Wow, Ken. I didn't know that was that big. そ Wow. んなに大きいん Wow. ですね。素晴らしいです。昨日はセルビア Yay. って国からオファーがありました。And yesterday I was offered from the country called Sylvia. Sylvian Okay. Publisher. Oh, Sylvia. Okay. Okay. Oh, Yeah. Sylvia. Wow. That is amazing. I'm so excited that my prediction came true. いや、私の予言がね、当たったのですごく嬉しいです。But it's funny because a lot of times when I give someone a reading, I mean, not that everybody's going to be a best-selling author, but it's like kind of giving people permission to do what they really want to do. And so I think sometimes we need that from an external person. でですね、例えば皆さんがね、ベストセラー作家になるっていうわけではないと思うんですけれども、本当にね、そのクライアントの方がそれぞれがやりたいことを許可してあげるみたいな、そういう要素が私のセッションにあると思うんですね。でリンさんのセッションを受けた人がなぜか僕にすごい感謝のメールをくれるんですよ。And people who took your session, they always send me thank you emails to me. こういうセッションでした。で、私のね、なんかすごく扉が開きましたってもう涙っていうのがいっぱいいただきます。And they would say to me, like, the session was like this, and with like crying, I'm so happy crying, like emoji, I think. Oh, that's so nice. Thank 本当 you. に改めて皆さんを代表して感謝したいと思います。So, today I would officially say I want to say thank you from everyone, you. and yeah. Yeah, well, thank you for giving me the opportunity to talk to all these wonderful people. I just delight in helping people create a life they love. でも本当、ケンさんのおかげでね、こんな本当に楽しいセッションを皆さんにね、提供することができているので、本当にこのオポチュニティをですね、本当にありがとうございます。今ね、4500人の4,500 people are watching us. Wow. Yeah. Wow. ね、このシャンパン Hello, みたい everybody. な元気って言って、すごいシャンパンみたいなエネルギーを楽しんでるんじゃないかと思います。I think everyone's enjoying your energy. That's champagne-like energy. それで、そろそろ終わりの時間があっという間の時間だったんですけど、終わりの時間が近づきました。Where was it? The time flew really fast, but we're almost ending. 本当にね、Yes. リンとの時間は、こういうややオフィシャルで、僕らもプライベートでこんな感じですけど、本当にね、いつも楽しいです。それも感謝です。Yeah, when I talk with Lynn, it's always fun. In the private, we kind of talk like this, but we always, have a casual, fun talk. Yes, we laugh a lot. たくさん笑いますよね、私たち。I so appreciate you for doing this. Yeah, thank you. Thank you. 本当に感謝しています。ね、それでリンさんのセッションは日本人向けにも月に何枠かお受けしてるんですけど、もう今8月とか9月とか10月とかその辺で、もう何ヶ月も待っていただくようになってるんですが、本当にね、そのリンさんのおかげで人生変わったって人たちがいっぱいいるので、皆さん興味がある方はね、数ヶ月待っていただくかもしれませんけど、4ヶ月ぐらい待っていただければ、入れるんじゃないかと思います。So so we have we're gonna have to make you. He was talking about how he has to make clients wait, and
they're waiting for the sign up. few months, but Yeah. I でも know. ね、それはね、何ヶ月か待っていただいてる間に、なんかいろんな方向も見えるかなって思いますし、で、リンさんにね、やっぱり個人セッションって相当待つし、リンさんの1時間の時間をいただくので、金額もすごい、まあまあの金額になってしまうんですけど、リンさんにお願いして、そのグループでのそのリーディングのセッションっていうのをやってくれって言って、この間やっていただいたらものすごくなんか好評だったんですけど、リンさん自身もグループセッションって楽しかったですかね？ So the session itself is quite pricey, but because we're gonna have like 1 hour with you and the clients, of course. But some people, and we asked Lynn that is it okay that we do like a group session so that it's more easy to Right. for the people to kind of see what the session is like. So Right. I heard that everyone had a good time. Do you enjoy the group session? I think they're really fun to do. And there really is kind of like getting a reading. Not everybody gets an individual session, but often, the information that comes forth is so helpful. 私もすごくそのグループセッション楽しんでいるんですね。というのはですね、例えばその一人一人のセッションをするだけでもいいんですけれども、その他の人の答えが聞けると、それもですね、皆さんにとっても役に立つような内容になっていると思うので、グループセッションとても楽しいです。なのでね、まあ年に1回か2回か、まあリンさんもね、お忙しいスケジュールだと思うのでお願いしたいと思うので、またぜひ日本の皆さんよろしくお願いします。So I'm planning to do probably one or two group session per year, and I know you're very busy, but thank you for your time. Oh, you're welcome. This has been fun. The time went by so fast. いや、とても本当に楽しかったです。あっという間の時間でした。ね、で、また、今度ね、リンさんがちょっと落ち着いたら、宿命と運命についてもまた聞きたいんですよね。When everything is all settled, I would like to ask you about your destiny and 宿命。So Fate and destiny. Yeah, fate and destiny. The difference between fate and destiny. さっきがね、なんかもう運命が決まってるんじゃないかっていうふうに思ってるっていうのは、やっぱり日本の文化的になんかね、諦めっていうのとちょっとリンクしちゃってるんですよね。So how you said about Japanese people think that it's destined, the life is destined, but I think Japanese people has kind of like giving up on their life. もうね、決まってるから変化できないってことね。Yeah, that means like, it's already destined, so we can't really change it. So we're kind of giving up on it. Yeah, that's been my experience. Yes. Yeah. なので、それ And はね、I do think some things are predestined. I think probably us meeting each other may have been a destiny, but I also think we have so much more control or ability to create a wonderful life for ourselves. はい、でもですね、ある部分では決まっているものもあると思うんですね。例えば、ケンさんと私はですね、絶対会う予定だったと思うんですね。ただ、でも、コントロールもそのすべてのことが決まっていなくて、コントロールできる部分もあるということなんですね。いいね。その辺はぜひ、なんかまた次回お願いします。Yes, let's talk about this next time. I agree. 何か最後皆さん、もう今、もうね、4700人ぐらい、4,700 people, and the number is increasing. さあ、皆さんに何かメッセージありますか？ So, do you have message for everyone? I want to say it so simply. I want to just say, please have fun, because that's your guidance talking to you. 皆さんに言いたいことはすごくシンプルなんですけれども、毎日楽しいことをしてください。楽しんでください。Yeah. And look, we all have a purpose, a mission, and it's important to do that, especially now. Our world needs you to do what you love to do in the world. あとですね、私たちはですね、ある意味、ミッション、使命とか、やらなければならないことがあるんですね。で、それはやはり、特に今、地球では求められているので、ぜひそれやってください。So I'm sending you all a whole lot of courage and confidence and ability to enjoy your life. なので皆さんに勇気と自信とあとはその自分の人生を楽しむ能力というかそういうものをですね今パワーで送りますのでそれが全部皆さんにこう行き渡るようにエネルギーを送っています。メッセージ received. Okay, good. 皆さん LINE の人も皆さん聞きましたか？
ぜひ楽しいことをしましょう。というわけで、本当に楽しい1時間でした。レイン、thank you so much. Oh, you're welcome. This was wonderful. Goodbye, everybody. そして通訳のミシェルさんも素晴らしい通訳ありがとう。はい、ありがとうござ Thank you, いまし Michelle. た。はい。では皆さんありがとうございました。 Bye. Bye. バイバ Thank you. イ。ありがとうございました。ありがとうおやすみなさい。はい